丸尾裕二の現代ピアノ奏法。今日は音が自分を作るというテーマに基づき、ザ・丸尾メソッドの理念をお話ししたいと思います。まず皆様は良い演奏というものをどのように定義されているでしょうか。世の中にこれほど多くの演奏家が存在しますので、思い思いにその魅力を語り合ったり、賛否両論様々な意見があります。僕自身はやはり奏者本人の精神世界を感じられることが最も重要だと考えます。この精神性については過去の偉人たちによって多くの言葉が書き残されていますから、僕が今更言うまでもありません。しかしピアノの演奏芸術における精神性の表現、これは世界的に低迷していると僕は感じています。メカニック的な意味で技巧が凄まじいピアニストは数多く存在しますし、独自の感覚や哲学、素晴らしい才能を持つ方も確かに存在します。ですが、現在多くの演奏家が陥っている自分自身のコンセプトを持たずに演奏する、自分という人間の可能性を自覚せずに弾いている、そういったことを聞いていて感じてしまう瞬間があるんですね。またこうした問題意識を抱える奏者が世界的にもたくさん存在することが現実問題としてあります。以前の動画でも音にはその人の全てが出るというお話をしました。自分自身と向き合い、なぜ自分は生きているのかという問いを持ち続けることが私たちの人生の全てと言っても過言ではないです。面白いことに音楽以外の分野に生きる方々も何かを突き詰めきっている人であれば、この問いを無視している人は一人もいません。音楽とこの問いかけを結びつけておくということが重要です。そしてザ・マルオメソッドは僕の名前こそついているものの便宜上でしかありません。目的はこれを実践される方が自分自身の力でコンセプトを見つけ、各々自分の音で音楽を表現できるようにしていただくことです。そのためにですね、漠然とした感情論だけではない科学、メソッドを活用するという順番です。このメソッドでは自分のエゴを極限まで捨て去り、楽器と体の感覚が完全にフィットするテクニックを追求し、そして何よりそこから生まれてくる多種多様な音色を学びます。基礎的な土台が体に染み込み、様々な要素、タッチはもちろんですが、響きの色を操れるまでにどれだけ早くても最低5年は必要です。僕自身は本当に納得するまで10年ほどかけましたが、未だに新しい作品を手掛けるたびに更新し続けています。やはり適切な手順と方法で継続的に学習することが最も重要です。これまで世界的なピアニストのマスタークラス、コンサートにも接してきましたが、ほとんどの方が音楽の作り方を議論しています。これはつまり楽譜やハーモニーの分析が主たるものだと思いますが、ここに加えて楽器からの反応を言及するピアニストは僕の知る限り片手で数えるほどしかいませんでした。一人例を挙げるとすれば、幸運なことにですね、僕の母校である愛知県立芸術大学に今は亡き巨匠ビタリー・マルグリス教授がいらした時のことを今でも覚えています。マルグリス教授は自身の著書でも倍音の中にこそ音楽の魂があると述べており、これは楽器や響きの特性から作品を解釈できると述べられているわけですね。現代において非常に稀有な先生でした。そしてこうした価値観は音色の本質にこだわる少数のピアニストか、それ以上に他の楽器ですね、例えば声楽家や管楽器奏者の方と共有できる確率が高いのも面白いところです。そしてもう一つ興味深い事例をご紹介しますと、音楽を演奏する方の中には生まれながらに理性で音楽を解釈するタイプと感覚で解釈するという2種類に分かれます。世の中的にはこの2つのバランスを取ることが重要だと考えられています。しかし本当にそうでしょうか。もちろんある程度のロジックを勉強する必要はありますが、その上で奏者は自分の心、感覚、そして直感が自由に解放される道を選ぶべきだと思います。他人軸の常識、世の中の意見に惑わされず、自分自身の感覚と一致した一点の迷いもない表現方法を徹底すれば、不思議なことにこの2つは勝手にバランスが取れて聞こえるんですね。
この勝手にという領域へ移行させることもザ・マルオメソッドにおいて最も重要なポイントの一つです。自分自身が頑張って弾くのではなく、楽器と仲良くなれる方法を追求し、そして音の響きこそが音楽そのものであるということを認識し、理解し、腑に落とし、そして全身で感じる必要があります。マルグリス先生の言葉を借りるならば、私たちは音楽によって作られているのであって、音楽をコントロールしようとするほど、実は本質から遠ざかってしまうということです。このあたりの実感はメソッドの研究を通して掴んでいただきたいものです。そして最後に、このメソッドの究極の目的はメソッドをゴールにしない。これも付け加えさせていただき、今回のお話は終わりにしたいと思います。ご視聴いただき誠にありがとうございました。